明智が語るソニックキャラクター解説エッグマン編。よいしょー。はいどうも明智ピロシキです。はい、玉川ランプです。お願いします。ソニックキャラクター解説、うん。今回解説するキャラクターはドクターエッグマン。来たね、ドクターエッグマン。はい、これまでテイルス、ナックルズと解説してきて、今回初めての敵キャラクター解説。はい来ましたね、ん。ソニックシリーズの敵キャラクターといえばこちらのドクターエッグマン、ん。ご存知の通りということですね。そうだね。ビジュアルも知ってる方が多いんじゃないかなと思います。確かにソニックのねゲームやったことなくても見たことあるよって人は多い気がしますね。多そう。ただねエッグマンってその知名度に対してどういう人物なのかっていうのは案外知られてない気がしてるんですよね。そうか。知名度こそあれど、うん意外とどんな性格してるとか知らないでここまで来ちゃったか。だと思うんですよ。プロフィール自体も明かされてないところがあったりするので、そこも含めて今回の動画ではエッグマンの人物像をソニックとの戦いの歴史を紐解きながら探っていきたいなと思っております。楽しみ。なるほど。楽しんでってください。あけたまチャンネルではソニックのキャラクター解説だったりキャラクター考察なんかの動画をいろいろ上げてますので、興味のある方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速動画の方に参りましょう。はい、お願いします。早速ですが、はいまずはエッグマンの簡単なプロフィールについて紹介しておこうと思います。はい、お願いします。まずエッグマン見ての通り人間のキャラクターです。ただ名前は不明、本名不明なんですね。一部作品では、ファミリーネームがロボトニックって呼ばれてたりはするんですけど、基本的に名前は明かされてません。そうなんだ。で年齢も不明ですね。いや不明ばっかり今のところ謎の人物だね。で自称悪の天才科学者、 IQ は300と言われてますね。でエッグマンが作ったロボットといえば有名どころで言うとメタルソニックですね。ソニックにそっくりの戦闘用ロボットと、ガンマとかオメガとか、E100 シリーズっていうエッグマンの手下ロボットですね。あとはオーボット、キューボットっていう側近のロボットなんかも作ってたりします。でエッグマンの目的は世界征服で理想郷エッグマンランドを建設するのが夢ということですね。大きな夢を持っているエッグマンランド。なんすねご機嫌な野望を持ってんな。テーマパーク作るんですよ詳細は不明なんですけど一応ゲームの中での声優は大塚千佳夫さんが長らく務めていらっしゃったんですが、中村光太郎さんという方に交代して現在に至るとですね。途中で変わってんだね。なるほど。だいたいプロフィールはこんな感じですね。どうですかこれ見て。なんか一番最初からあれなんだけど人間なんだなってねまずそこだよねなんかやっぱ特徴的なフォルム、すごい内臓脂肪じゃないですかねめっちゃ詰まってるよな。血液ドロドロになってると思うけどやっぱ人間なんだなっていうところを再確認したね。そうだね。一応公式で人間ってされてるんで、妖精とかの類ではない、ジャムおじさんみたいなことではないと。ジャムおじさんって人間じゃないの？ジャムおじさんって妖精設定とお聞きしてるんですけど。そうなの？何それそれ詳しくちょっと待って、今回キャラクター解説ジャムおじさん編やるつもりはないんでちょっとエッグマンの話に戻したいですけど、びっくりした。そうなんだ。ソニックの世界っての獣キャラクターしかいないようなイメージが勝手にありますけど、結構人間キャラクターで出ていて、その中でもエッグマンは特徴的なねフォルムをしてますよね。なるほどな。で年齢も不明と。そこもなんかね年齢不明なんだね。見た目はねヒゲのおじちゃんだから、それなりの年長者なんだろうっていうのは推測できるけど、そうだよね。どうなんですかね。わしとか言ってますけど、わしって言うでしょ、自分のことわしっていうのって年齢ってどうなんだろう。どうなんですかね。50超えてるくらいなんじゃねえのかな。50でわし言いますかね。わしって言わねえか。きついよね。自分の父親がわしとか言ってたら結構どうしたおいおいってなるけどね。そうか。賢者感欲しいよね、もうちょいね。波平さんってサザエさんの波平さんってわしって言うよね。わしって言うね。あれ何歳なんだろう。どうなんだろう。サザエさんの年齢って結構年齢不詳なとこあるからな。アナゴさんとか20代だからね。あれアナゴさんって20代なのそうなの。ちょっと待って、別のアニメの話させないでもらっていいですか一回エッグマンに戻りましょうよ。プロフィールからも不明点が多いキャラというのが伝わったんじゃないかなと思います。謎の人物だな。謎多きキャラですよ。はい。
本題に入りますけど、うん、エッグマンとソニックの戦いの歴史、お、これを見ていく中でエッグマンってどんなキャラだったっけっていうのを見ていければなと思います。なるほど、お願いします。まずいつから戦ってたんだっけってことなんですけど、うん、普通に考えたらソニック1初代のゲームで戦いが始まってそうですよね。うん、最初から出てたもんね、うん、エッグマンって、うん、なんですけど、うん、うちの動画ではちょくちょく引用させてもらってるんですが、うん、ソニック1の説明書のバックグラウンドストーリーでは、うんうん、ソニックとエッグマンは以前から知り合いだったっていう記述があるんですね。あ、初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの世界より前からってこと？そうですね。そうなんだ。ソニック1のストーリーより前から、うん、なんだかんだこういざこざがあって、でエッグマンも今度こそやっつけてやるみたいなこと言ってたり、ほうほう、でソニックも今回もまたやってやるぜみたいな雰囲気なんですよ。そうなんだ。で窮地の中というか、そうですね。いざこざは過去にもあって今回もそのお話だよ、ソニック・ザ・ヘッジホッグ1っていう話なんだ、うん、そうだね。だから厳格にいつからっていうのははっきり描かれてないんだけれど、ずっと戦ってた間柄なんだな、因縁浅からぬ中と。なるほど、いうことですね。うんうん、でこんだけずっと戦っていればソニックに勝ったりすることもあるんですよね。嘘、うん、勝ちパターンあんの？勝ちパターンあるんですよ実は。意外と知られてないかな。ソニックアドベンチャー2で勝ちましたね、はい、うんうん、ドリームキャストの結構古いゲームですけれども、うんうん、エッグマンがスペースコロニーアークっていう場所に立てこもってたんですね、うん、そこにソニックが攻めてくるんですけど、うんうん、ソニックたちの仲間のエミーがはぐれちゃうんですよ。あら。そのエミーがエッグマンに捕まってしまうと。うわ、うん、それでソニックはエッグマンにカオスエメラルドと交換だみたいなこうやられるんですよ。そうなんだ。でエッグマンの元にしぶしぶカオスエメラルドを持っていくというシーンがあるんですね。なかなかシリアスな展開ですよ。確かに、うん、でソニックが悪役が板についてきたじゃないかドクターみたいな。いやしっかり悪役やってんなエッグマン、うん、だからこうちょっと軽口を叩いたりするんですけど、うん、そこでエッグマンにカオスエメラルドを差し出そうと近づいた途端、うん、ソニックがカプセルに捕まっちゃうんですね。エッグマンの罠だったんですよ。あ、そうなの？約束を守らないエッグマン、でソニックはカプセルに捕まってしまったまま、宇宙に放り出されるという。えげつなマジでカプセルに幽閉されたまま、宇宙空間に放り出された。宇宙空間に放り出されちゃうんですね。終わった。はい、ソニック死亡です。マジか、はい、ここで終わってんのソニックって。ソニックアドベンチャー2でソニック最終回を迎えてますね。うわ、終わってるんだ。で冗談でまあなんやかんやあってソニックはその後復活を遂げるんですけど。いけたんだそこから、はい、その状況から復活できたんだ。詳細を省きます。ゲームをねちょっと確認してほしいんですがまあでも明らかにエッグマンがソニックに勝利したというか出し抜いたシーンの一つかなと思いますね。確かに結構しっかり悪役やってるんですよね。そうだね、で続いては、ソニックワールドアドベンチャー。このゲームオープニング映像がすげえクオリティ高くて有名なんですけど、もう最初からクライマックスなんですね。ソニック VS エッグマンの最終決戦みたいなシーンから始まって、スーパーソニックに変身したソニックがエッグマンを追い詰めるんですね、でエッグマンが助けてくれみたいな命乞いをするんで、ソニック優しいから手を止めるんですよ。これで終わりだなみたいな感じでエッグマンに歩み寄ろうとした瞬間、何が起きたか。カプセルに閉じ込められるんですね。またカプセルだ。うわ、はい、またカプセル。でその後宇宙に放り出されます。出た、このパターンだ。はい、味を占めてやる、ね。完全にこれ勝ちパターンだって覚えてたんでしょうね。そうなんだ。ソニックは忘れてたんだろうね。またカプセルに甘えられて、宇宙に放り出されて、今度こそ終わったでしょ。はい、ソニック生きてるんですけど。なんでだよいけないでしょそれは。もうどうやって、なんで生きてたのかっていうのはゲームをね見ていただいてやってもらえればと思うんですけど。気になるな、もやもやすんねそこが。エッグマンソニック2回勝ってますよと。すげえ、そのカプセルに幽閉して宇宙に投げるっていうパターンをもう見出して、これで2回倒してるんだ。はい、ソニック倒してますね。へえ、なるほど。意外と忘れられがちですけれども、ちゃんとエッグマンはソニックに勝ったりもしてると。へで悪役らしい振る舞いもしてたってことですね。確かにね。ここまで聞くともエッグマンとんでもねえやつだななんですけど、意外とエッグマンってなんかこう愛されキャラみたいなイメージもないですか。いやそうなのよ。なんか不思議だよね。エッグマンってちょっとこう憎めないキャラみたいな印象、なぜかあるよね。あると思う。実際明智もありますし、なんでそうなのかっていうその要因になってるんじゃないかなっていうのが、ソニックと共闘するシーンも
長い歴史の中では描かれてますね。へえ、まずソニックアドベンチャー2、また出ましたね。まただ。はい、さっきソニックが宇宙に放り出された後なんですが、エッグマンがカオスエメラルドを集めて、エクリプスキャノンっていう前にカオスエメラルドの動画でも話していた超兵器を使うために最後装填するんですよ。7つのエメラルド。うわ、全部埋まるんだ。全部埋まるんですね。でそれでじゃあ世界征服だって思ってたんですけど、実はそれはプロフェッサー・ジェラルドというエッグマンのおじいちゃんの仕組んでいた罠で、7つエメラルドを集めると、スペースコロニーが地球に向かって落ちていくようにプログラムが組まれてたんですね。そう、人類殲滅計画だったんですよ実は。なんてことだろう。そう、キャノンが発射されるんじゃないんだ。コロニーごといったろっていうプログラミングだったら、エッグマンがコントロールできる状況じゃなかったんですよ。エッグマンってもともと世界征服が目的なんですけど、世界がありきの夢なんですね。要は地球が消えちゃまずいんですよ。はあ、なるほど。地球ごとぶっ壊したいわけじゃなくて、地球は存命なままで、あくまでそこにエッグマンランドというものを建築したいっていう、そういう野望なんだ。そういう野望なんです。だからコロニーが突っ込んじゃまずいわけですよ。なるほどね。そもそも自分も死ぬし、だからそういうピンチに陥った時に、ソニックたちとこう協力せざるを得なくなるんですね。なるほど。でナックルズとかは冷静なんで、もともとお前のまいた種だろみたいな、そうだよな、にこう突っかかるんですけど、正論だな。なんだかんだでエッグマンと協力することになり、でエッグマン年長者っぽくここでリーダーシップを発揮するんですね。みんなにそれぞれこう役割を分担して、お前これやってあれやってって言って、その基地の内部構造が一番詳しいんで、ちゃんと計画を立てて、でソニックにアンカー任せたみたいなことをこうやったりするんですよ。熱いね。ソニックもすごいな。さっき殺されかけたおじいさんにアンカー任せたみたいなこと言われて、分かったぜみたいな感じなの。分かったぜって感じで、走るのなら俺に任せなみたいなことを言って、すごいな余裕が。それでなんとか難を逃れるっていうねことがあって、エッグマンの心変わりに今見るとね、おいおいってなるけど、やっぱ熱いよね、共闘シーンっていうのは。そうか。地球の危機に一旦この場は手を取り合って、なんとか窮地を脱しよう、そういう共闘だったんだ。そうですね。エッグマンもなかなか頼もしいのよ、味方になるとね。的確な指示出してくれてさ、でテイルスのこととかもこうよくやったテイルスとかちゃんと褒めてくれるっていうね。なんかじゃあリーダーの才覚を見せてるな。そうなんです。 IQ300 の的確な司令塔だ。そうなんです。エッグマンのチームって意外とやるんじゃねえかっていうことが垣間見えた瞬間ですね。そう聞くとなんかエッグマンランドみたいなのも結構ありなんじゃねえかみたいな気が。独裁政治とはいえみたいな、いいリーダーかもっていうね思っちゃうね。可能性をちょっと見せますよね。なるほど。他にも、ちょっとマイナーですが、ソニックアドバンス3、最終ボスジーメルっていうエッグマンが作ったロボットが、暴走しちゃって、エッグマンのことも認識できない状態になっちゃって、宇宙に飛び出していくっていうのがあるんですけど、ソニックアドバンス3ってもともとゲームシステムとしてバディものというか、ソニック&テイルスとか、ソニック&ナックルズとか、テイルス&ナックルズとか2人1組でチームを組んでっていうゲームなんですけど、そうなんだ。最終決戦はソニック&エッグマンなんですよ。うわ、手を取り合ってる。手を取り合うんですね。そうなんだ。スーパーソニックとエッグマンが宇宙に一緒に飛んでいって、スーパーソニックがエッグマンを弾として打ち出して、ジーメルにぶつけて倒します。エッグマンそれでいいの？そういう感じなの？はい、思ったのと違う。サッカーやろうぜ、お前ボールなのパターン。そうですね。はい、ソニックの無慈悲さよ。お前硬いからボールでいいよな。すごいな。っていう。これ投げるんだ、エッグマンを。なるんですよ。宇宙ハンドボールが繰り広げられるわけだ。そうですね。そうだろ、何これ、どういう、どこに感情移入したらいいの俺は。エッグマンはその戦いが終わった後、何も言わずに去っていく。何も言えないよな、そしたら。確かに。ソニックはそれをこう涼しい顔で見送っていくっていうね。はい。そんな共闘もありますね。トリッキーな共闘シーンだ。最後は結構最近のゲームですが、ソニックロストワールド、このゲームではロッキシューっていう鬼みたいな種族の敵が出てくるんですよ。そのロッキシューはエッグマンが持っているアイテムによって強制的に従わせられてたみたいな状態だったんですね。ソニックはそれを知らなかったんで、エッグマンがそいつらを操ってるんだと思って、エッグマンがそいつらを操るために使ってたアイテムをどっかに飛ばしちゃうんですね。
それで自由になったその鬼たちが反撃をしてきて、しっちゃかめっちゃかになっちゃうんですね。わけわかんない状態になっちゃって、で仕方なくソニックとエッグマンが手を組んで、なるほど、協力して6機種の暴走を食い止めるみたいな感じだ。そうですね。本当にずっとソニックとエッグマンが一緒に戦うシーンが描かれるんで、結構珍しいんですけど、ソニックがエッグマンのその技術力を信頼して協力してるってことに対して、テイルスが嫉妬したりとかするんですよ。ソニックは僕の技術を認めてくれないのみたいな。かわいい。エッグマンの方が信頼してるんだみたいな。萌えだね。そのやり取り、ソニックの取り合いみたいなことがあったりして、ソニックがピンチになった時に、エッグマンがソニックを助けてくれたりとか、他のゲームではなかなか見られないようなシーンが結構盛り込まれていて、最終的にはね、ちゃんとソニックとエッグマンが戦って、やっぱりそうこなくっちゃなみたいな終わり方になるんですけど。そうなんだ。邪魔者がいなくなったらやっぱり俺たちで戦おうみたいな、ただで終わらないっていうね、なんかいい関係だね。ありますけど、なるほど。そんな、共闘シーンっていうのがたびたび描かれてるっていうのも、エッグマンのその人間的な魅力みたいのが、垣間見えるシーンなんじゃないかなと思いますね。なるほどな。でソニックの公式サイト、ソニックチャンネルのエッグマンのキャラクター解説欄には、ソニックのことをエッグマンは憎からず思っているっていうフレーズが出てくるんですよ。エッグマンはソニックのことを単純に敵だと思ってるわけじゃないよみたいな書かれ方がしてるんですけど、それの証明になるようなシーンがここかなっていうのが明智的に2つあるんで、それもちょっと紹介したいんですけど、ちょうだいよ。一つはソニックカラーズというゲームですね。このゲームのワンシーンなんですけれども、エッグマンの側近ロボットにオーボット、キューボットがいると先ほど話しましたが、そのキューボットっていうのがちょっとギャグ担当で、チップを切り替えることによって人格が切り替わるみたいなロボットで、そのシーンでオカマになってるんですよ。あ、そうなんだ。オカマっぽい、お姉っぽいキャラになっていて、何よ、パパがいけないのよ。いつもソニックと遊んでばっかりで私に構ってくれないんだもん。私もうソニックにお願いしちゃおうかしら。パパの計画を台無しにしちゃってって。やめんか。わしが好きであいつに構っとると思うのか。違うの？ってこう言いよどんじゃうっていうシーンなんですよ。ラブじゃん。好きなんだ。好きなんですかね、これは。ちょっとそういう見方しかできないですよね、これは。いや、好きだね。エッグマンってソニックのこと好きなんだ。気づいちゃいました。今これ嵐のラブソースイート流れてますよ。このシーン流れちゃってます、ゲームの中でこうエッグマンがソニックのことを憎からず思っているっていうことを匂わせるシーンは、そんなに多くないと思うんですけど、このシーンはちょっとそういうところが見れるなと思ったんで紹介したんですが、なんかいいやりとりだね。違うのムーというね、いいよ飲んじゃう感じ。違う Y じゃないのねっていう、好きかもっていうことでしょ。ちょっと考えちゃったよね。っていうシーンがカラーズにあります。注目だね。ということで、もう一つは、やっぱり世代なんでね、ソニック X アニメ作品からの出展なんですが、当時地上波放送された最後の52話、風の思い出っていうタイトルなんですけどね。素敵なタイトル。もともとソニック X 自体がソニックとその仲間たちが人間の世界にワープしちゃうっていうところから始まって、で元の世界にどうやったら戻れるんだろうっていうのを探るのがメインの話で出てくるんですよ。なるほど。で最終回も近づいてきて、でなんとか元の世界に戻れるっていうことで、みんな戻っていくんですけど、ソニックがじゃあいざ戻ろうかってなった時に、アニメの主人公のクリス君っていう男の子が、ソニックに帰ってほしくないってことで帰るための機械の電源を切っちゃうんですよ。おお、やってくれたな。おい、ソニックだけ帰れないみたいなマジかよ状態になるんですね、っていうのが最終話の何話か前に描かれて、ソニック帰れるのか帰れないのかみたいな状況で最終話ですよ。で最終話っていうのが、ソニックの世界に帰ったテイルスやナックルズやエッグマンたちが、ソニック不在の間どういう風に過ごしてたのかみたいな話なんですね。ソニック不在のソニック世界みたいな状態なんですよ。でそこでエッグマンが連日街に出てきては、メガホンを片手に、世界征服しちゃうよみたいな、大丈夫かみたいな街頭演説みたいなことしてんのことをやってるんですね。どういうことなのかっていうことなんだけど、ソニックを待ってるんですね、エッグマンは。そういうこと？ソニックが邪魔しに来るのを期待して毎日街に出ては大声で演説をしてるんですよ。
世界征服しちゃうよソニック来なくていいのそういうことっていうことなんです何それでそんな状況が続いてて、うんエミーとかテイルスとかは、うんうるさいなと思いながらもソニック帰ってこないなってやっぱり内心エッグマンと同じ気持ちでいるわけですね。あーみんなソニックがいないことによる心の穴をどっかで感じてるわけだ、うんあーでそんな中ある夜に、うん夜中ですよね、うんエッグマンがいつものように演説してたら、うんもうみんなのストレスもピークに来てて、うん夜中に何やってんだよみたいな感じで、戦いが始まるんですよ。あーいよいよ騒音トラブルだでテイルスとエッグマンが空中でうんドンパチやり始めるんですけど、ほうほうほうでエッグマンのミサイルがテイルスを捉えて、うんでテイルスがそれを振り切れないんですね。やばいでもう大ピンチ、うんもうどうにもならないとうんなった時に、うん空から一筋の光、俺黄金に輝くうんトゲトゲしたシルエット、おでそのシルエットが口を開くんですね。うん相変わらずだな。それを受けたエッグマンがうん満面の笑みで、うんああ相変わらずだともって言って戦いが始まるというね、うわスーパーソニックが帰ってきたという、なるほどシーンなんですけども、ソニックが帰ってきたでそこで言ったセリフが相変わらずだなエッグマンがああ相変わらずだとも。何この感じこの雰囲気ねえもう通じ合っちゃってるんですよね。そうだよねうんただいまお帰りですよ、これはいや訳すれば。そう言い換えればそうだよねただいまお帰りだよねこれはそうなんですよあ鳥肌ですよね。あうわもう2人ともめちゃくちゃ笑顔なんですよ、しかもそこで。うわ何それ、というねシーンがソニック X の最終話で描かれてましたね。うわ好敵手だね、ああそうなんですよ。なるほどというね、もうここまで聞いちゃうと、うんやっぱエッグマンとソニックただの敵同士じゃないなと、そうだねもう分かってもらったんじゃないかなとうん思います。確かになるほどな最後にエッグマンにとってのソニックって何なの、ケチなりにまとめさせてもらいたいと思うんですが、俺もでも好きな子じゃないの好早いよきな人じゃないの早いまあそうねまあ普通に見れば、うんエッグマンにとってソニックっていうのは、うん自分の野望を邪魔する迷惑なやつですよ、なるほど邪魔者ですよね、うんただ全力で戦っても、うん唯一自分と張り合える、うんやっぱりライバルなんですよね。うんだからエッグマンはテイルスや他のソニックの仲間たちと戦ってても、何か満たされないものをきっと感じていて、はあやっぱりソニックと戦おうっていう、うん世界征服とはまた別に、うんそこにも何か自分なりの思いがあるんだろうね。なるほどねうん一方ソニックにとってのエッグマンっていうのも、うん自分の住んでる世界や友達に被害を与える迷惑なやつなんですああよ。お互い迷惑なやつなんですよ。うんただソニックのこの冒険好き、うんスリルを求めるっていうものに対して、うんいつもそういう刺激的な冒険を与えてくれるいい遊び相手でもあるとはあなるほどねいうことですよね。はあはあはあだから近いんですよ、お互いの関係性が。なるほど自分たちにとって旗迷惑邪魔なんだけど、うん一方で楽しみを与えてくれる相手でもあると、なるほどな一筋縄じゃねえなと確かにいうことですようんうんね。うんうんでさらにぜひ話しておきたいのが、うんソニックアドベンチャーのテーマソングうん「Open Your Heart」という曲があるんですが、うんこの曲の一節にこういう歌詞があるんですね。なんでだかわからないがお前は俺のことを熱くさせるんだよなということで、これうん作詞も手掛けたうん瀬上淳さんが、うん過去に公式ホームページの中かなんかのコラムで、うん歌詞の日本語訳うんというかちょっと意訳なんだけど、はいはい日本語訳するとこうだよみたいのを公開してたんですよ。うんでそこでこの一節はソニックがエッグマンに対して言ってますって明言してるんですよ。おーだからソニックとエッグマンのモダンシリーズの最初の関わり合いからソニックにとってエッグマンっていうのはなぜかわからないけど自分を熱くさせる存在うんという思いがちゃんと歌われていたというねなるほどなそうですよ。ソニックがエッグマンに向けて思った感情言ったセリフそうなんですね。なんでだかわからないがお前は俺のことを熱くさせるんだよなこれはもう恋ですね。恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょとこれはゆいもびっくりのチェリープリーなるほどそうですね。なるほどね、うんお互い迷惑なやつって表面上思いながらもそれ以上にこう全力でぶつかれる刺激を与え合う関係性ってことねうん、だからテイルスやナックルズが思うエッグマン
っていうものと全然違うんだろうなと、確かにソニックだけがエッグマンに対して抱いているちょっと特別な何か思いっていうのがあると。でエッグマンもそれは同じということが垣間見えるんですよね。あー、なるほどな、単なるヒーローとラスボスみたいな、そのなんだろう、単純な関係じゃないね、一筋縄じゃない複雑ななんか感情があるな。そうなんですよね。なるほどな。だからこういうところがやっぱエッグマンのキャラクターとしての魅力だと思うので、こういうことが分かった上で今後もソニックシリーズの作品を楽しんでもらいたいなと思います。なるほど、いただきました。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか。はい、そうね、もっとだから単純かと思ってた。もう完全に敵エッグマン、で完全にヒーローソニック、ここのぶつかり合い、これの戦いの歴史が30年繰り返されてきたと思ってたけど、実はそれだけじゃないと、共闘もしてきたし、エッグマンがしっかりとソニックを倒すっていうシーンとかも描かれてきた、カプセル宇宙放り投げパターンでこれでありますね、勝ってきたっていうことも見えたし、手を取り合って一緒に地球を救うみたいなシーンとかも描かれてて、なんかやっぱこう見え方変わったっていうと簡単だけど、ほんとさっき明智君が言ってた通り、他のキャラクターとエッグマンっていう関係性と全然違う感情があるなっていうふうに再確認したね。そこは大事だよね、単純にゲームを見てるだけだと案外気づかないんだけど、細かくこうやって見ていくと、あ、もしかしてって思うようなシーンがちゃんと散りばめられてるんですね、それを今回まとめられたので、伝わったならよかったなと。いや本当に思います。魅力的なキャラだなって思ったな、エッグマンやっぱり人気があるんですよ、なんだかんだで、今回みたいなねエッグマンの人間らしさというか、単純に悪いやつじゃないっていうところが、大きいなと思います。なるほどね。はい、というわけで今回はエッグマンのキャラクター解説ということでいろいろ喋ってきましたが、今回の動画も面白いと思った方は、高評価コメントしていただいてチャンネル登録もしていただければ嬉しいです。嬉しいです。お願いします。今回こんなもんですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。